皆さんこんにちは。本日はですね、月に一度の大買い出し、現在飼っている生物たちの餌をこれから買いに行きたいと思う。月に一度とはいえ、中には足りない餌も月に2度3度買う餌もありますので、そういった餌も含めて一月の大体の餌代、以前からですね、リスナーさんから一月の餌代はどれぐらいかかるのっていう質問をいただいてもありましたので、今回その餌代についての動画を上げたいと思う。とりあえず、行きつけのペットショップさんから行きたいと思うので、行きましょうか。はい、ということで、ペットショップさんを後にして、続いて向かうショッピングセンター、まもなく現着ですね。では行きましょうか。では3カ所目のショッピングセンターに到着しました。では買い出しに行きたいと思う。ということで、しかし暑いっすね。一通り買い出しが終わったので、これから搬入したいと思う。こんな感じですね。では搬入していきたいと思います。帰宅しまして、こちらが一部の一月にかかる餌ですね。お店で買う餌はこちらになりますね。あとはネット注文した餌などもありますので、それはこちらの餌の紹介が終わった後に紹介したいと思う。まずは、ヘビさんに与えるその冷凍ラット L サイズ。こちらが約700円ですね、1匹。それが今回は4匹購入しました。基本的にはこのラットは、ブラッドパイソンが今2匹いるんですけれども、今回はこれ、家に残り4匹いたんで、今回はこの4匹だけ買ってきました。ですので、一月にブラッドパイソンに与えている餌、1週間に1回1匹ずつ与えているので、700円かける、これが8匹ですね、一月。なので、このラット L は一月5600円ですね。そして、今度はこちらのファジー10匹ですね。こちらが10匹入って、約1000円。このファジーは、まだ小さい青大将に与えるのと、メキシカンブラックキングスネーク、通称メキブラに与える分ですね。だいたい2匹分で10匹あれば、1月持ちますね。ファジー。これが、約1000円ですね。そして、こちらの、リタイアマウス。こちらのマウス、リタイアってやつですね。で、このマウスのアダルトですけれども、こちらはだいたい10匹で2200円。で、このマウスアダルトは、今ボールパイソンの白ヘビ。そして、ブラックヘッドのそのボールパイソン。2匹ボールパイソンがいるので、それに週1回あげておりますね。で、月に4週間で計8匹。残り2匹は、青大将のアダルトがいるんですけれども、その子がなかなかご飯を食べてくれないんですよね。ですので、一月に2回、青大将が食べてくれればいい方なので、ですので、青大将、ボールパイソン2匹の餌の分になりますね、こちらが。で、こちらがヒナウズラ。このヒナウズラは、1袋1200円。で、一月に、約2袋買ってますね。で、このヒナウズラは、
うちにはアナコンダが、黄色アナコンダが2匹いるんですけれども、結構小さい頃からこのうずらにハマっちゃってるみたいで、うずらばっか食べてるんですよね。ですので、この2袋あれば、黄色アナコンダ1月、うちの子であれば十分な量ですね。ですのでこれ1200円なので、これ2袋で2400円ですね。して、こちらがひよこですね。こちらがだいたい、2、3、4、5、6、7、8、9。だいたい10匹入って600円ぐらいですね。で、これが、一応2袋。サルバトルモニター、コマイニーのブラックドラゴンのドラミさんに与えている餌ですね。これも、一月に3袋から4袋なくなりますね。一応在庫が2袋あったので、今回は2袋だけ購入してきたんですけれども、一月にかかる費用がだいたい1袋600円なんで、約2400円ですね。ドラミさんにかかる費用は。ドラミさんに関しては、こういったひよこと、たまに、このイワシを与えたり、このワカサギなども与えたりしてますね。続いては、こちらですね。コアカ50匹。で、1400円しますので、50匹、ゴリアテタイガーフィッシュっていう魚も飼っているので、そのゴリアテタイガーフィッシュが、なかなか人工餌、こういったカーニバルをなかなか食べてくれないんですよね。なので今、こちらの、ちょっと前まではメダカを与えてたんですけれども、最近ちょっとコアカのちっちゃいサイズも食べれるようになってきたので、一月に100匹まではいかないけれども、50匹だとちょっと足りない。だから、だいたい、その間を取って70匹ぐらいはペロッと食べちゃうんですよね。そうなると、一月にかかるゴリアテタイガーフィッシュの餌代は、この、コアカ50匹1400円なんで、約70匹だとしても、1900円ぐらいですかね。一月にかかる費用は、餌代は。ゴリアテタイガーフィッシュの餌代は一月1900円ぐらいです。で、こちらが、ウキガエルですね。10匹入ってますね、こんな感じ。で、10匹で1000円。このウキガエルは、先日、ヒバカリっていうヘビを採取したんですよね。ヒバカリって、生きているカエルやオタマジャクシ、ミミズも食べるらしいんですけれども、とりあえず今日買い物の途中に、自然の用水路でカエルを捕まえてもよかったんですけれども、今回ちょっと初めてこのウキガエルをヒバカリというヘビに与えたいと思うので購入してきました。この10匹が一月でなくなるのか、それとももう半分で済むのかはちょっとこれから、与えていってみないことにはわからないんですけれども、ひとまず10匹購入してきました。そして、このカーニバルですね。で、このカーニバルが 210g 入って1500円しますね。このカーニバルは現在オスカーに与えたり、ブラックピラニアがいるんですけれども、そのブラックピラニア、この人工餌に餌付いてくれて、カーニバルも食べてくれるんですよ。なので、カーニバルは、この一袋あれば、だいたい3ヶ月ぐらいは持つんですよね。だから、オスカ
そしてブラックピラニア。それの一月に換算した餌代は約500円ですね。まあ、カーニバルは結構いいですよ。そしてこちらが鯉の餌ですね。この鯉の餌は500円。まあもちろんこの鯉の餌ということなので、うちでは錦鯉を17匹ぐらい飼ってるんですよ。まあその錦鯉の餌、そして、ナイルティラピア。ナイルティラピアもこの錦鯉の餌をバクバク食べてくれるので、まあこちら、錦鯉、ナイルティラピアの餌になりますね。まあこれも一袋あれば、まあ約2ヶ月ぐらいは持つので、一月の錦鯉とナイルティラピアの餌代は約250円ですね。そしてこちらのたらふく100昆虫ゼリー。こちらはゼリーが100個入っていて、この餌は何に与えるのかというと、まあ、今現在飼っているデュビア。海外の結構大きなゴキブリ。レッドローチ。マダガスカル大ゴキブリ。4種類のゴキブリを飼っているんですよね。まあ、その4種類のゴキブリの水分補給としての昆虫ゼリーになるので、このゴキブリたちの水分補給のゼリー以外にはドッグフードを与えてますね。まあ、うちにもワンちゃんがいるので、そこからドッグフードをつまんでゴキブリたちに与えてます。なので、だいたい一月でこのゼリーはなくなる計算になりますね。で、この昆虫ゼリーが1200円。で、ドッグフード代はもうワンちゃんの出食からちょこっといただいてるので、まあ、一月で300円ぐらいつまんでますね。ドッグフード。で、今度はこのイワシ。で、このイワシが一袋 500g 入って250円。で、今回、このイワシは、だいたいこの子たち、1日で約 350g から 400g バクバク食べちゃうんですよね。なので、まあ、単純計算して、だいたい一月に、このイワシが、この子たちが消費する量が、だいたい一月に25袋ぐらい消費しますので。となると25袋、250円かける25の計算がちょっとパッと出てこなかったんで。で、この子たち、イワシばっかだとね、飽きちゃうんで、たまにこういったワカサギ。このワカサギ 500g で、400円ですね。これも一月に、これにイワシに混ぜながら3、4袋は消費してますね。だから4袋となると、400円、1袋400円なんで、一月1600円。そして、こちらですね。カラフトシシャモオス。こちらも 500g 入って300円ですね、1袋。こちらもちょっとワカサギとイワシに比べるとサイズがちょっと大きいので、この子たちに与える際は、これのシシャモを3分の1ずつカットしたものをこのイワシに混ぜて与えたりもしてますね。毎日同じものだと人間もそうですが、飽きちゃうかもしれないんで。だから、工夫して、こちらのシシャモも一月3袋から4袋ぐらいは買ってますね。一月3袋だとして、一袋300円。ですので、900円ですね。そ
あとは、こちらの冷凍赤虫。こちらは、こういった、餌用の小赤にはなるんですけれども、この餌用の小赤に対してもやっぱり、餌を与えなければこの子たちも死んでしまうので。ですので、こういった小赤、あと外で飼っているお魚さんもいるんで、そういったお魚さんに、この冷凍赤虫を与えてますね。で、あとは、田んぼとか用水路で捕まえた自然の魚も飼ってるんで、そういった子たちにこの赤虫は与えてますね。これが一袋200円しますので、この一袋あれば1ヶ月は持ちます。一応今回はこの赤虫は6袋を買ってきました。で、あとはベランダ飼育している亀さんたちの亀の餌ですね。こちらが1キロ入って1100円。結構お得な量が入ってますよ、これ。一袋1100円。これは1ヶ月。ベランダ飼育している亀さんも結構な数がいるんですけれども、これだいたい2ヶ月に1袋ですね。なので、屋外で飼育している亀さんの餌代は一月550円になりますね。亀さんの餌。で、猫ちゃん。猫ちゃんがうちには3匹いるので、このキャットフードが一袋1000円。で、一月に3袋を食べますので、となると、猫ちゃん3匹に対しての餌代は約3000円ですね。結構食欲旺盛なんで、バクバク食べちゃうんで、だいたいこの 2.7 キロの袋が一月3袋食べてますね。猫ちゃんたち3匹。そして、うちには犬が2匹いるので、甲斐犬ミックス犬のリリーは、そこまで餌、食べるんですけど、ピットブルのレイっていう犬がいるんで、その子がだいたい1日1回の食事で 500g 食べるんですよ。で、それが1日2回の食事となると、1日1キロ食べるわけです。で、もう1匹のワンちゃんも、200g ぐらいは食べるので、そうなると1日の消費量は 1.2 キロドッグフードがなくなるわけですね。となると、こちら、1袋で10キロ入ってるんですよ。なので、ドッグフードは1月にこれが4袋買ってるんで、この1袋が4000円。で、1月消費するのが4袋。ですので、4000円かける4ってことで、ドッグフードは16000円ですね。ワンちゃんにかかる費用は。ただ、今言ったドッグフードにかかる金額が16000円なんで、週に1回ご褒美として鶏の胸肉であったり、お肉、脂質の少ないお肉も週に1回ご褒美として餌とは別に与えてるので、それが1週間に1000円ぐらいかかるので、だいたい1月に生肉代が4000円ぐらいですね。となると、ワンちゃんにかかる費用は1月2万円になりますね。ざっと今、店舗で買ってきた1月の餌を紹介しましたが、ここにあるものとは別に、この子たちはこのイワシ以外にも、その人工餌も食べるんですよね。で、その人工餌が、まとめ買いしてるんで、その一月にかかる費用を計算したものが、こちらになりますね。
その人工餌はなかなかペットショップでは売ってないんですよ。だからヤフーオークションとかそういったネットショッピングにて購入をしてますね。あとはなんだろうな。あとは飼っているメダカ。メダカはもう屋外で飼っていて、床材はもう土。そして水草も群生しちゃってて、そこでもう自然サイクルができてるんですよ。そこにミジンコだったり微生物がたくさん湧いているので、そういった微生物をうちのメダカは食べているので、メダカに関しての餌代は0円。そして、マレーキャンサースコーピオンというサソリがいるんですけれども、そちらの餌代は、ゴキブリを与えているので、ゴキブリも我が家で自然繁殖をしているので、それも餌代は0円。ゴキブリあげていてもゴキブリが増えていく方が多いので、あげてもゴキブリは減りませんね。あと、アフリカウシガエルもマダガスカルオオゴキブリを食べてるんですよ。うちのアフリカウシガエルは、こういったね、マウスとかお肉を一切食べてくんないんですよね。与えてるんですけど。もうマダガスカルオオゴキブリしか食べないんですよ。で、マダゴキも、勝手に繁殖してくれてるので、アフリカウシガエルに関しての食事代も0円ですね。一月にかかる餌代はこんな感じですね。ちょっと合計金額を出してみましょうか。自分も毎月計算、リスナーさんから毎月いくらぐらい餌かかってんのっていう質問もいただいておりましたので、この機会に私もちゃんとした餌代を認識できるいい機会だなとは思いました。では、ちょっと合計金額叩き出してみましょうか。で、合計金額はこちらですね。で、一応、飼っている生物たちにはこういった美味しいものを食べてもらうべく、一応私の食事にかかる費用から捻出して、こうやって美味しいものを食べてもらうようにしてもらってます。もちろん今日の私のご飯はこの木綿豆腐ですね。この1丁 300g 入って40円。お豆腐いいですよ。タンパク質もあって。私の今晩の餌はこの豆腐40円ですね。これで済ませたいと思います。では、ひとまず、冷凍物が結構あるんで、この冷凍物を冷凍庫に入れたいと思う。溶けちゃうとまずいんでね。今回はこの辺でお開きにしたいと思います。本日は最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。